修行者っていうものが何か一切の感情がなくなる、それを目指して修行していると思う人が結構いるんですよね。お坊さんは無になるんですかとか、お坊さんは感情が一切修行していくとなくなるんですか、それをなくすことが修行ですかっていうふうにしておっしゃる方があるんですね。で、私たちは体に六根と呼ばれる目とか耳とか鼻とか口とか、あと体に開いている様々な穴、感覚器官ですね。何か物に触れて、冷たい熱いとかそういうものを感じる。でさらに私たちは何か怪我をしてしまったりとかね、痛みを感じたりする。で、じゃあそういったものが一切修行していってなくなるのかって言ったら、なくなりません。私たちの体についている感覚器官、これは何かポンとぶつければ痛いということを感じるための機能を持っているわけです。それがなくなったら大変なことですね。そう。だから痛い、寒い、暑い、喉が渇いた、お腹が空いた、様々なその感覚が私たちを襲うことによって、私たちはその危険を避けたり、痛みを避けて、より生き物として快適な状態に身を置こうとするわけですね。で、そのために備わっている様々な感覚器官、この働きを抑えてしまうということが修行じゃないんです。じゃあ、お坊さんたちが修行していって、どのような修行をしていくのかと言ったら、例えば、手を怪我した。それは痛いですよね。これがね、痛くなくなったら病院行った方がいいですよ。なんかどっか神経がおかしくなってるか、体がおかしくなってますから。だけれども、痛いという、怪我をして手が痛い。で、その痛いということの次に、痛いからもうこんなことが嫌だとか、痛いけどこんな風な痛みを起こさせた原因はあの上司のせいだとか、何かその先に痛みからのストーリーを私たちの頭の中にいっぱい構築していくということをしてしまうんですね。で、これが妄想と言われるものです。私たちは自分の身に起きたこと、それが心地いい方向、あるいは痛みを避ける方向、良くする方向、怒りの方向に向けて一つの出来事をどんどん膨らませてしまうんですよ。例えば誰かがご飯を食べようと思ってたら、その自分の冷蔵庫の中のお菓子を食べてしまったってなったらカチンときますよね。で、それはカチンとくるんですよ。だけどその後、畜生、あいつ仕返してやるとか言って、どんどんその恨みが積み重なっていく。ですよね。ですから、この小さな怒りを繰り返していると、それが恨みになっていったり、小さな不満を繰り返していくと、それが自分の中で怒りに変わっていったり、というふうにして、その一番最初に自分が得た感覚から派生させて、自分の思考をどんどん転がしていく。で、これが自分の心を三毒によって怪我してしまうわけですね。ですから、怪我をした、痛い。うわ、痛い。痛いんですよ。痛い。痛いなって。でもそれは痛いって生きてる証拠ですから。だからできるだけ早くその傷が癒えるように、努めながら、大事に体を扱いながら、次は、じゃあ、怪我しないようにしたらどうしたらいいのかっていうことを考えていく。そちらの方に頭を使っていくわけですね。歯が痛いなってなったら、歯が痛いということはやっぱりちゃんと自分の歯のケアができてないっていうことを教えてくれてるわけですから。自分がちゃんと歯のケアできてなかったんだなっていうことを考えて、それを早くね、改善していくっていうことに努めてあげなければならない。だから体が訴えてるんですから。だけども、この歯が痛いのに畜生誰かのせいだとかね、
いうふうにして思ったりすると、それはもう勝手な妄想になっていくわけですね。そう。体に起きる痛みというのは何らかの形で私たちのその生き方に対して、動き方に関して何かそこにね、無理があったということを教えてくれるサインなんです。SOS なんですよ。だからそのサインを見て自分の体の動き方をちょっと工夫したりとか、ね、乱暴に体を使わないようにしたり、もっと丁寧に物を扱ったり、もっと大事に自分の体をしたりっていうところに反省してつなげていく。で、これがその仏教者の務めてありたいあり方ですね。けれどもそれをですよ、そのことをきっかけに、あいつのせいだ、こいつのせいだ、もうこの仕事は嫌だ、こうなってしまったからって言って自分の中に頓人地が起きてくる、頓人が起きてくるっていうことが、この先なわけです。そう。その先の妄想につながっていっちゃうんですね。ですから私たちの五感を使っていろいろなことを感じる。でもこの感じた後、自分の中で腹を立てたり、欲を起こしたりして、いたずらに快楽に引きずられていったり、ね、何か一つ美味しいものを食べて、それもっと食べたい、もっと食べたい、あれ美味しかった、もっと食べたいって、どんどんそっちのことばっかり考えちゃう。女の子と恋愛してとっても気持ちのいい時間を過ごしたら、もっともっともっとってなりますでしょ。でそれをずっとやっていたら仕事も集中できないし、ね、何かやるべきことっていうのはなされなくって、本当に大事なことをほっぱらかしてでも快楽に浸ろうとしてしまう。そう。あ、何か気持ちいいことがあったら気持ちがいいなと、おしまい。っていうふうにして、自分の中でちゃんと自分の心の暴走を管理できるようになるということが、仏教が推し進める心の持ち方なんですね。